さあ、それではここからはですね、一つ企画を今日準備してくださいました。紹介していきます。いや、私ですね、こちら、もうすぐデビュー1周年ということで、デビューからの1年を振り返ろうという企画を行っていきたいと思います。ありがとうございます。実は12月2日にデビューをしまして、12月2日でデビュー1周年を迎えるんですが、12月1日、2日とお休みなんですよね。そんな話をしたらスタッフさんが、じゃあ今日振り返ろうっていうふうにおっしゃってくださって、企画をですね、用意してくれました。嬉しいですね。結構ね、今日でデビュー何ヶ月とかずっとカウントしてきましたし、デビュー1周年もね、すごくこう感慨深いなと思って、ずっとこう、じゃあデビュー1年間どうだった？どうろうかとか、これから2年目はねどうなっていくんだろうかっていうことを節目としてねよく考えていくので、すごくいい機会だなと思って、なかなかね改まって振り返りたくないなっていう気持ちもあるんですけども、やっぱり振り返ることでねこう思うこともあるんじゃないかなと思うので、すごい準備をしてくださったみたいです。嬉しいですね。ありがとうございます。さあ、ということで12月2日でデビュー1周年迎えます。1年間振り返っていきましょう。皆さんの中では何がね思い出に残ってますかね。そう、デビューした日のこととか覚えてますか皆さん。ああ、こんな感じだったなとかね、覚えていますかね。で、そこからどうやってねこう変わっていったかとか、そういうのもなんかね皆さんぜひ教えてくれたら嬉しいなと思います。いやー、不思議。私はもうね覚えてるんですけども、覚えてるようであんまり覚えてないですね。デビュー1日目はねすごいなんか失敗したなっていう、いろんなね、あ、これもこういう風にやらなきゃいけなかったのかっていう3時間担当してね、すごい気づいたことが多かった1日目だったなと思うんですけども、何から見ていくんだろう。何から見て、動画から見ていくということです。何が出てくるかな？どうでしょう。なんだろう。うわ、懐かしい。私のツイッターからウェザーニュースキャスターの大島里奈です。これから皆さんと一緒に楽しい番組を作れるように頑張ります。よろしくお願いいたします。だって、うわー、懐かしい。ちょっと顔違くない？メイクがね多分全然違うと思うんですよね。なんかメイク講座とか行ってメイクしたんですけども、徐々に薄くなっていくという目の輝きが違うもんね。なんか目こんななってるよ。ね、顔違いますよね。なんか若くない？ 1 年でこんななんか若い感じある？あー、一日に会いたかった。あ、細く見えます？太った？もしかして太った？まあ髪型でね、前髪ありなしでだいぶ変わりますよね。でもなんか面白い。ね、なんか私の妹ですみたいなね、なんか感じしますよね。これ双子の妹ですっていう感じで、顔がね違いますよね。そう、結構ねしっかりもうフルでメイクを教えてもらってしてたっていう感じですね。頑張ってたね。頑張った。エマのメイクの方が似合ってると思う。本当ありがとうございます。結構ね、こうメイクの指摘を受けることもあるんですけど、ずっとね変えてなかったんですけども、だんだん朝になってから時短みたいな裏話ですよ。ちょっとね、若干ずつね、こう削ぎ落とされてった感じですかね。そう、洗練されてったってことですよ。よく言ってくださってありがとうございます。いや本当にデビューしてない時に撮ってますからね。あれはデビュー前に準備動画としてね撮ってましたから、はあ、懐かしい。さあ、ということでここから年表を見ていきましょうか。12月2日デビューしました。お披露目後にアフタヌーンに出演ということでね、3時間担当したのが、本当に思い出に残ってるなっていう感じで、なんで1時間にしなかったんだろうね。ちょっと話し合いたい。一回集まろうっつって。3時間大変だったよねっていう。スタッフさんにもう初日からあんたもう3時間行っていいよみたいな感じになって、結構私デビュー待った感じがあったんですよ。
もうなんか出来上がったよねみたいな感じで、でもなかなかねこう足揃えていきたいよねっていうことで、最後の方はみーちゃん来るなら休みますみたいな感じで、こうみーちゃんに時間をね注ぎ込めるように結構お休みもいただいてたりしてたんですよ。で、じゃあいよいよデビューだってなった時に3時間いっちゃいなみたいな感じで、私もね、じゃあ行きますみたいな感じだったんだけど、もうちょっともうちょっとやってみてわかることってありますね。本当にやってみていろんなことがわかりました。アップデートがね一番すごい想像と違って大変でしたね。でも3時間やったのもすごくいい思い出ですね。12月9日だったの、スイートポテト。そうなんだ。スイートポテト早かったね。9日に作ってたんですね。しかもすっごい可愛い。山口さんとの初共演12月5日なの？全然違うこと言ってたんだけど、この間話した時にそろそろ1周年だなんですって言ってて、なんかその初日もそっかそっか、だからみーちゃんは山口さんなんですよ。で午後は私だったから、山口さんもお帰りということで宇野沢さんだったんですよね。5日だったんだ。へえ、そっか。で、初日じゃないんですね。9日にポテト作ってたのがもうすぐでポテトの1周年も来るんだね。やだ。いやでも本当にスーパーの店先に並んでるさつまいも見ると絶対思い出すんですよ。やばい、作んなきゃいけないのかなみたいな。ハリネズミのそうですね、絵文字もここでね定着して、いやそっか、ダンゴムシもねまだまだありますからね。12月12日にコーヒーか、19日にはイブニングやってて、コーヒーアフタヌーンイブニング3つ担当したんですね。それも大変だった。で12月14日番組内で初 F1 トーク、私これ気になってたんですよ。可愛い絵文字までねつけてくださって嬉しい。この取り切り欲しいそう、F1 トークって初めていつしたんだろうと思って、結構早くからねこうお話ししてたイメージあったんですけども、14日か。あの時ね車でF1 の話してくれたパパに感謝ですねそう言ってたよね、その日も多分お父さんがってそう F1 いつも情報入れてくれるんですって言って、ホンダねエンジンで勝ちましたねっていう話したよね。いやすごいな。そして続いてもっといかないとだよね。どんどん2022年に突入。1月22日おかえりメールね、涙しちゃったよね。号泣でしたよね。とかじゃなくて、もうおいおい泣いちゃって、いやー懐かしいな。おにぎりの話でね泣いちゃったんだよね受験シーズンでね、すごいもう思い出しても泣けちゃうから忘れようそして2月12日初サンシャイン出演。そう1時間半だったんですよね。覚えてます。いやあの時も全然分かってなくって、いろいろね各方面迷惑をかけたなと思っております。申し訳ない。そして3月27日に来たぞデビューしてからまだ 2,3 ヶ月のタイミングだったんだ。でも3ヶ月4ヶ月は経ちそうな時にやってますね。ダンゴムシ伝説を繰り広げてしまいました。いやもうちょっとねデビューしてからもうちょっと早かったらね許されそうなんですけども、結構しっかりねやってきてのダンゴムシ来ちゃったでもね今はダンゴムシのおかげで知ってくださった方も多いみたいで本当嬉しいです。ありがとうございます。そして4月2日シエルが家族になりましたということで、シエちゃん4月に来たのね。もうすっかり大きくなりましたけども、懐かしいね。そうエイプリルフールの次の日だったっていうこと非常に覚えてます。そして5月7日初ムーン出演ということで、ムーンね、そうムーンはね結構遅かったんですよ、担当するの。すごいでも大変だった。計ねほんと 4,5 回しかやってないと思うんですけども、大変だったな。夜に起きてるっていう奇跡みたいな感じですね。で8月からはモーニングなどね朝の方に移っていきまして、そうムーンは本当に眠かったんですけども、モーニングはね朝が1から元気よく担当させていただいております。そうムーンはねもう
なんか眠いのもそうだし、ちょっともうおかしくなり始めてる私自身。そう、いつも寝てゆっくりしてるのに、こうみんなの前に立つモードにならなきゃいけなくて、ちょっとおかしかったですね、私。で、その後、モーニングの後に3時間サンシャインを初めてしたんだ。8月10日。なんかちょっと時系列が。ね、おってなるよね。そうだよね。サンシャインやってモーニングだったんだ。はあ。で、握力測定やりましたね。24キロということで、結構いったなっていう感じがしますね。うわ。振り返りノン年表ということで、かわいい、これ。いろいろありましたね。やっぱりこうやって見ると、握力もね、なんか最後入ってましたけども。いやー、懐かしいということで、皆さん振り返りの年表どうでしたでしょうか。ごきげんようっていうのを言い出したタイミングもありますね。いやでも、こうやっぱり最初2021年度があんまり覚えてなかったこと多かったので、懐かしいですね。いやー、スイートポテトと F1 トークの始まりがね、なんか知れてよかったです。ちょっと12月9日と12月14日ワクワクして待ちましょうか。ね、スクショしましたということで、ね、もっともっとね、もちろんね、たくさん出演あるのであるんですけども、代表的なところということで確認していきました。いや、本当にね、この1年色濃くっていろんな経験をさせてもらいましたし、いろんな思い出もねできました。悔しい思いもしたり悲しい思いもしたり、本当に嬉しいなって思うことの方がでも多くて、そしてね、楽しいなっていう風に思うことも本当に増えて嬉しいです。スカート曲がってたのはね、2日目です。デビュー2日目。もうスカート覚えてるもん。しかもなんでね、そう、今となってはなんで曲がってることに気がついて突然フレームアウトっていう思考に至ったのか、本当落ち着いて、理論落ち着いてって言いたいですね。いろいろあったのでね、ぜひ切り抜きでもたくさん残っているかと思います。皆さん振り返ってみてください。はい。さあ、ということで最後になりますが、2年目の意気込みをお願いしますということで、2年目ですね。1年目結構ドタバタとキャスター生活行っていたなというふうに感じますので、2年目はね、もっと落ち着いていきたいなと思います。でもね、こう自分らしさ、りのんちゃんらしさがね、やっぱり好きですっていう方はね、すごくコメント多いので、反省すればするほどね、りのんちゃんそのままでいいんだよってその雰囲気はね、残してねっていう風にね、言われること多いので、ね、もうこうやって言ってくださるので、もちろんですね、こう人間そうそう変われませんので、そういうこともあると思うんですけどもね、そうなんです。初心者マークは外れまして、ルーキーイヤーではなくなりますので、2年目ね、さらなるステップアップをしていきたいなと思います。応援してるよっていうコメントにね、救われております。2年目もどうかよろしくお願いします。はい。